Ubuntu で Winboot を使ってみた。この動画の趣旨です。Winboot という Linux で Windows アプリを動作させる仕組みが登場しました。これを Ubuntu に入れて試していきます。Winboot とは、Winboot のウェブサイトのトップページには、Run Windows Apps on Linux with Seamless Integration と書かれていて、Windows アプリを Linux 上でシームレスに実行できるもののようです。時間がない方のために、今回の結果的な作業の手順はこちらです。これはまた後でもお出しします。注意点です。最適な手順ではなく、調べながら、試しながらインストールした記録の動画です。不要な手順を含む可能性があります。同じ手順でインストール、動作できない可能性もあります。この動画の手順に問題があったり、他のおすすめ手順があれば教えてください。うまくいかない場合にもコメントいただければと思います。ダウンロードとインストール。まずWinbootをダウンロードします。アップイメージ、Debian、Fedora、Arch があるみたいなので、Ubuntu なので Debian 用をダウンロードしました。このコマンドで Dev ファイルからインストールしてみます。ドットスラッシュをつけないとカレントディレクトリを参照してくれないようです。何やら少しエラーが出ましたが完了しました。まずはとりあえず一旦起動してみます。起動しました。ウェルカム画面とライセンス表示が出て、起動に必要な条件が提示されて進めなくなります。提示されている条件の中で残りは、大まかに分けると Docker と FreeRDP のようです。当てずっぽうで Docker を入れてみようとしますが、Ubuntu のデフォルトレポジトリにはないようです。Docker のインストール方法を調べます。こちらも .dev ファイルがありました。再度 Docker をインストールしてみます。こちらもうまくいきませんでした。.dev のインストールに失敗した場合は、アップデートをしろと書かれたものを見つけたので、apt のアップデートをしていますが不要かもしれません。このコマンドを実行しています。しばらく触ってなかったのでアップデートが溜まっていました。長いのでカットします。完了しました。改めて先ほどの .dev をインストールしますが、結局変わりませんでした。この後いくつかコマンドを試してうまくいかず、最終的には Docker のオフィシャルサイトの手順でインストールすることができました。URL はこちらです。
まず、これらのコマンドを行っていますがすべてインストール済みでした。キーリングのディレクトリを作成し、このコマンドはリポジトリの公開鍵をコピーしているのでしょうか。こちらは公開鍵の読み取りパーミッションをオンにしている。アプトリポジトリを登録する長いコマンドです。このコマンドを実行して、アップグレードできるパッケージがあると表示されましたが、NVIDIA のドライバでした。怖いので一旦放置します。このコマンドで Docker 用のグループを準備します。ここまで前準備です。このコマンドで Docker を取得、インストールします。完了しました。ここでまた WinBoat を立ち上げて状況を確認します。Docker のインストールは OK です。グループの反映は一度ログアウトする必要がありそうです。Docker デーモンも起動する必要がありそうです。一度 Docker をテスト実行してみます。このコマンドです。これは sudo は不要でしたが一応動きました。このコマンドで Docker デーモン、サービスを起動します。ここでパスワードとグループのファイルを確認しているのですが、さすがに晒すのはまずそうなのでカットしました。最後にFreeRDP、オープンソースのリモートデスクトップ互換ソフトをインストールします。
ここで試行錯誤してFreeRDT を APT リポジトリからインストールしていますがこれは失敗でした。後でやり直しています。このコマンドで FreeRDT をインストールできますが、古いようで後でうまくいきません。一応作業完了したので再度 WinBoat を起動して様子を確認します。FreeRDT も OK となったので一度ログアウトします。再ログイン後 WinBoat を起動して様子を見ます。一応すべて OK となりましたので進めます。Windows インストールイメージを置く場所を選びます。少なくとも 32GB の容量が必要なようです。今回はホームの下に WinBoat というディレクトリを用意しました。Windows 11 Pro 日本語を指定し、オプショナルのカスタム ISO はなしとしました。ユーザーを作成します。ハードウェア設定です。とりあえずデフォルトのままとしました。ホームフォルダのシェア設定です。怖いのでオフのままとしました。インストール開始です。ハードディスクに入れたのでとても時間がかかりました。カットします。完了しました。使い方も調べていないので画面を眺めていますが、実はこの時点でハードディスクアクセスが落ち着いていなかったので少し放置しました。ここでまずコマンドプロンプトを起動しようとしていますが、すぐに落ちてしまっています。タスクマネージャも同様です。調べたところ、先ほども少し触れましたが、どうもFreeRDT が古くてうまく動作していないようです。そこで先ほどインストールした FreeRDT をアンインストールし、フラットパック版の FreeRDT をインストールします。コマンドはこちらでした。
完了しました。今度はメニューからウィンボートを起動します。ハードディスクのせいか少しもたつきますが、ここでノートパッド、メモ帳を押しています。別画面にウィンドウが出たので持ってきます。初回起動時から別のユーザーがログインしていると出ました。先ほどの中途半端な動きが残っているのかもしれません。一旦、いいえ、を押して再度試したところ、また同じ状況になったので、今度は、はい、を押してみました。ここで実は別モニタにメモ帳のウィンドウが表示されているのですが、こちらのモニタにうまく持ってこれません。ウィンドウ移動できました。メモ帳とエクスプローラが起動できています。この後少し触ってみましたが、なんとなく調子が悪そうだったのでウィンボートを再起動しています。ウィンボートを再起動して少し重い感じがしたので、コンフィグを変更しています。タスクマネージャーのようなもので見ても CPU、メモリは余っているので、メモリ 8GB、CPU4 コアとしました。設定変更完了しました。ハードディスクが落ち着くまで待ちます。この後少し触っているのですが、あまり重要ではないのでしばらくカットします。ここでインストール手順の概要についてまとめておきます。インボートの .dev 版をダウンロードしてインストール。Docker をオフィシャルサイトの手順でインストール。Docker グループの設定。Docker サービスの起動。フラットパック版フリー RDP のインストール。動作テスト。次にゆっくりムービーメーカー4ライトを動かしてみます。インターネットエクスプローラーを押すとエッジのようなものが立ち上がってきます。オフィシャルサイトから ZIP ファイルをダウンロードし展開します。ちなみに特に意識もせず、Windows アプリからインターネットに接続できています。ちなみにディスクアクセスは重い気がします。ハードディスクなので当然ですが、それを差し引いても重いかもしれません。エクスプローラーを使用します。起動します。
何やら警告が出ますが、詳細情報を押して実行を押します。起動しました。ズンダモンを選択したら、ボイスボックスのダウンロードのダイアログが出たので進めます。アブくん、音声再生できました。本アプリ、外部ツール及びプラグインを使用することによって何らかの損害が発生した場合でも、開発者は一切の責任を負わないものとします。自己責任で使用してください。日本語もコピーしてあげれば再生されます。ただ IME による日本語入力はできないようです。設定が必要かもしれません。今後調査していく予定です。まとめです。Ubuntu に Winboot をインストールして動作させました。ゆっくりムービーメーカー4をダウンロード、インストールして動作させてみました。今後は日本語入力やその他の機能について見ていきたいと思います。個人的な感想です。まだ触って1日目ですが、思ったよりインストールは簡単でした。ベータでありながらなかなかの完成度だと思いました。Docker なので VM よりもレスポンスはいいように感じました。VM の完成度に対して、Docker の強みを出し切れるかが勝負かもしれません。日本語入力の敷居次第なところもあります。キーボード設定したら入力できるかもしれませんが。おまけです。Winboot の Windows ライセンスはどうなっているのでしょうか？仮想環境で Windows を動作させているだけなので、おそらくライセンスが必要ということになるらしいです。これはエミュレーションで動作している Wine とは明確に違う部分です。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。